はい、こんにちは。森のワークベンチザーキョンでございます。じゃあ今日はジスペ系 WR ですね。エンジンとかフレームとかまでいってるのかな。なんですけど、デカールを貼り折ったカウルの方ですね。これをもうまとめちゃおうと思って塗ってるとことか削ってるとことか、まあ毎回同じなんだよね、車の方だから。それをちょっとごちゃごちゃっとまとめちゃおうと思って、で実際デカール貼って翌日ですかね、クリアをかけて、そのクリアかけの方ですね、今作業をしてるところです。色を塗ってるところで、色じゃない、色塗ったらだよ色塗ったらデカール見えなくなっちゃうじゃん。クリアですね。フィニッシャーズのオートクリア、これの1対1ってここに書いてあるんだけど、もうちょっと薄いような気がするんですよ。どれぐらいシンナーが入ってるかちょっと分かんないんですけど、濃いめは濃いめだと思いますけれどね、もう1対1よりももう若干薄めかなっていう、塗っていくって感じがしてます。でこれは厚塗りして、でちょっとね、その乾燥ももう若干短くできるかなって気がしてきて、今までは1週間とか置いてましたけども、乾燥機、初期乾燥機、僕が使ってるのは東芝の初期乾燥機かな。でそれで、3時間ぐらい、乾燥させて、3時間じゃないな、3時間だ、3時間ぐらい乾燥させて、結構温度は30度もっと超えますね。35度ぐらいかな、3時間で、その後、中研ぎでというのをやってみようと思います。まず、厚塗りの方をね終わらせちゃいます。だいたい1対1で3回くらい塗ってたんで、この濃さなら4回ぐらい塗ればいいのかなって感じがします。じゃあちょっと塗ってきますね。最近塗装ブースの中のホコリ対策ですね、心がけてるのが、まず塗装前に、このブースの中のホコリをドライヤーで飛ばしちゃう。でドライヤーかけると、塗装ブースにこういったライトがあればホコリが見えるんですよ。でこのホコリが見えなくなるまでこう飛ばしてあります。で念のために、これは水ですね、水。霧吹きでこの下の部分キットの方にはかけないように一回湿らかしてやると、これでホコリを抑えられますので、だからこのキッチンペーパーがグニョングニョンになってるんですけどね。であとは袖からホコリが立たないようにこう腕まくりをしてやると、これでだいたいホコリはつかなくなりますね。ちょっとねデカールわずかに浮きかけてきたとこがあったので、そこを木工ボンド薄めたやつでくっつけて、で乾かしてました。で今回心がけたいのが、心がけたいっていうとおかしいんだけど、デカールの周りをこう細吹きで、デカールの周りじゃなくてもいい、小さいのはもうデカール丸っといっちゃうんですけど、余分にこう先にこうクリアをかけておくと、要は段差対策ですね。これクリア時間帯はどうだろう。全体にクリアはもう2回ぐらい厚塗りはしてるんですけど、その度にこのデカールを先にこう今みたいに細く塗ってやって、それから
クリアの厚拭き。そうするとデカールの部分だけ、クリアが倍にかかるということですね。倍にこう塗膜を稼げる。細拭きなんで実際はぐわっとエア圧をかけて塗った時よりもかなり塗膜は薄くはなっちゃうんですけれどもね。だから正確には倍ではないと思います。またこう乾かないうちに塗っちゃうから流れちゃうからね。だからその辺近辺にクリアは乗っかってますから。だから一回そうなの、全部のパーツをこうデカール周りだけ塗ってやって、まずデカールの部分と膜を厚くして、当然一番最初はこんなことやらないですよ。クリア1回目塗るときは砂拭きなんで、それはもうダーッと全体にかけますけどね、砂拭きの時は。だからどうだろう、砂拭きを3回ぐらいやってからデカール周りをこう意識して塗ってやって、それから本塗装ですね。本塗装1回目って感じで、この塗装を、浅沼に2回ぐらいやってあるということです。とりあえずこの厚塗りを終わらせて、中研ぎの方をやっていきたいと思います。はい、それじゃあ厚塗りしたクリアをね、中研ぎをしていきます。2000番の耐水ペーパーですね。あるいは2000番程度のスポンジヤスリ。中研ぎなのでざっくりと削るんですけど、ただデカールの段差の部分ですね、これをちょっと気ぃつけながら、じゃあざくっと研いでいくんですけど、研いでいくっていうか削っていくんですけど、一応紙ヤスリはね、水の中ちょっと入れっぱなしにしといて柔らかめにしといたらいいと思います。でその塗膜がほら何ミリあるか定規で測ってるわけじゃないじゃないですか。当然このクリアを突き破っちゃえば下の塗料やデカールがやられちゃうんでね。厚めには塗ってますけど、この辺やばいなって感じたらすぐ止めた方がいいと思います。やっぱりこういうエッジはね気をつけて、ドライブラシみたいに下のシルバーが出てこないように。この後どっちみち薄くしたクリアをやっぱり同じぐらいの厚みのせるので、柚子肌に関しては、柚子肌の山の4分の1、4分の1だって分かんないな。多少残っててもいいってことですね。だからデカールの部分がこうぽっこりと盛り上がってるんで、それをこう周りのクリアに対してなだらかにつなげていくということなんですけど、とは言うても実写でもこの部分ってだいたいカッティングシートとかそういったもののシールっていうかね貼ってあるだけなので、
実写でも段差はあると思うんですけどね。あとはここで段差残しといてね、一番最後の研ぎ出しの時に鳴らしててもいいですけどね。だから次のクリアをこう厚めに塗ってやると、これぐらいにしとくか。本当はここでフラットにしとけば次のクリアの後が楽なんですけど、そこは臨機応変に変えていきます。この S の頭の方はもうだいぶ削れてきたんで、つながりが良くなってきたんでね、後ろの方、愛の後ろをもうちょい削るか。このスズキのロゴに関してはこんなもんですね。こんなものを段差を残しておきます、一応念のために。S の頭がちょっと気になるとこはポイントでこうこんな感じで長飛びを全部やっちゃいますね。これね、ヒートプロテクションシート、実写でもだいたいこんな感じ、もうちょっと後ろまで貼ってあるかもしれないです。ただがありまして、これ優勝した時の車体なのかな。フロントブレーキディスクのところにカバーがついてるんですよ。でこれはディスクブレーキ冷えすぎるのを防ぐためなので、気温はおそらくねそんな高くないはずですから、このシートプロテクションシートが実際この仕様に合ってるかどうかはわからないです。合ってないかもしれない。あとこんな感じで非常にエッジとエッジが近いので、こう細いとこね、ここも指の当て方によってはエッジが取れちゃいますから、もう真ん中近辺だけをこう研いでいくような感じになっちゃいますね。それでもなんぼかは端まではペーパー当たってますから、多少は削れてるんですけど、上の方が厳しいな、残っちゃうな。それは仕上げの研ぎ出しの時にねやっていくしかないでしょ。でもそこそこ端まではいってる。これでアンダーカウルの中研ぎ終了で、問題はこれですね。このサイドカウル、あまりにもこうエッジがっていうかね、ヤスリが当たっちゃやばいとこがいっぱいあるんですよ。まずこの当然このカウルのね端っこエッジの部分だから、このスリットもヤスリは当てたくない。その辺はゆず肌云々よりも
塗料が取れないかどうか。取れちゃまずいですから、サイドカールは一番こう飛び出し慎重にならざるを得ないですっていうか、あんまり飛び出しできないと思います。まあ今の中飛びを含めた飛び出しね。はい、ではクリアがねそろそろ磨ける状態になったんで、研ぎ出しをできます。まあいつもとやることは同じで、3000番のタミヤ研磨スポンジから始めて、で、この後があれですね、メラミンスポンジでさーっと全体を撫でたら、ラプロスの6000、8000、それからコンパウンドですねを磨いていく予定です。まだこれ3000番ね、3000番で、これだけエッジがあちこちあって、しかもデカールの段差も消さなきゃなんで、そのデカールの段差一生懸命落とそうと、あとは艶を出そうと考えてこうやってると、すぐにエッジの方がね取れてきちゃいます。まあ今実はここの角ちょこっとだけシルバーがね出てきちゃいました。どっかで妥協点を見出さないといけないのかなと。まあそこそこのところでそのデカールの段差は諦めるとかね、それは諦めも必要だと思います。1対1のオートクリアを厚く塗って3回4回塗ったかな。で、中研ぎ、乾燥させて中研ぎで1対 2.7 かの、オートクリアを6回から8回ぐらい塗ったかね、今回はデカールがあるから。で塗膜を稼いでねやってで今です。乾燥を終えて今です。車体の方がフレームにエンジンを乗っけて、で次スイングアーム動画上げますねってやってたんですけど、おもむろにこの研ぎ出しが始まったということですね。実はスイングアームのとこでインストの通り進めると、スイングアームをやって、その後チェーンをね、スイングアームに通してっていう工程。問題はそのチェーンなんですよ。チェーンまたおっちゃんいらないこと始めちゃって、チェーンがバラバラです。今バラバラいやー、なんかね、こう思いつくととりあえずやってみようかってやるんですけどね、とも見当違いのことをやってて、チェーンバラバラです。なので多
タミヤに部品発注したんですけどね。今日が金曜日の午後に発注だから、おそらく週明け発送だと思います。だから来週中過ぎなのかな、届くのが。いやー、チェーンどうしようかな。チェーンどうしてもやりたいことあるんですけど、かなりリスクが高いことをやってます。ですね、実はね、このカウルなんですけど、実はまあ前にデカール貼ってクリア塗った動画まで上げたじゃないですか。どこまでやったのかな。で、実はこれ塗り直ししてます。また塗装剥いだのってことなんですけど、塗装剥ぐの大好きなんですよ。デカールの段差をある方法で楽に消せるっていうのが、インターネット上に落ちてて、で僕もそういうのをね、本番でやっちゃうんです。すぐに本番でやっちゃうんですよ。どっかでテストピース作って試してみるとかってやりゃいいのに、これでやっちゃったんですよね。そしたら大失敗でした。で、デカール注文して、で、塗装を剥がして塗り直したんですけど、塗り直しの時に忘れちゃって、何忘れたかというと、パールブルーをこれ塗ってないんですよ。パールブルー塗り忘れちゃったんですよ。いや、しまったなと思って、それ今気がついた。このデカールとブルーのメタリックブルーの色の違いを見てて、うわ、パールブルー塗ってねえやってことに気づきました。失敗したな。パールブルー入れた方がいいですよ、これ。色味、デカールの方がちょっと白っぽく見えるんですね、やっぱり。パールカラーはいずれ入れた方がいいと思います。僕の主観ですけどね。あとそれ塗った時に内側ね、2回目の塗装やった時に内側黒で塗ってからマスキングして全体を塗りました。その方が綺麗にいくなっていうのが1回目に失敗して身に染みたんで、失敗してっていうか、1回目はそれ先に黒塗ったのかな。で、後で表側をマスキングして黒を塗ればいいやと思ってやってたんですけど、やっぱりできるだけデカールにねテープを貼りたくないんですよ。できるだけ。いや、なかなかこのキットはいろんなことを気づかせてくれるわ。バイクのキット久しぶりに作ってるけどね。じゃあとりあえず
本日はこの辺までにしておきます。まあまだ全般ですけどね、先は長いんで。で次はまあこれ終わったらまあこれ終わる頃さすがに注文してある部品 B 部品 B ランナーが届くはずなんで、スイングアームの方ですね、まあ、そのチェーンと戯れる動画を含めた、でもあれ動画向きじゃないんだよな。動画撮っててもあれは何やってるか分かんない動画になるだろうな。まあそういうのも含めて次回はスイングアームですねの組み立てをお送りします。じゃあこっちの方はそれまでに仕上げちゃいます。それではまた。